皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。今日から5分ジャパニーズリスニングプラクティスを始めようと思っています。5分間で日本語の意味や文化とともに、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方までお話ししていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。今日なんですが、こちらですね。よいしょ、見えますか？鈴木おさむさんという有名な放送作家、テレビの脚本などを作る職業の方ですね。こちらの方が、書かれた本、仕事の辞め方という本の中から、ある日本語のスラングについて紹介をしたいなと思っています。そのスラングなんですが、何かと言いますと、老害という言葉ですね。皆さん、老害という言葉は聞いたことはありますか？まずは皆さんに老害の意味を紹介したいんですが、自分が老いたのに気づかず、気を止めず、周りの若手の活躍を妨げて生ずる害悪というふうにこの本では紹介されています。害悪っていう言葉自体もとても強い、マイナスな言葉、ネガティブな言葉なんですが、老害自体も、本当にすごい強い、とても強い否定的なニュアンスを持った、スラングですよね。で、使う場面なんですが、一つは SNS ですね。SNS で会社の愚痴を言うときなんかにみんなよく使ってますね。あとは実際の場面だと、例えば、私が、上司のことを本当にちょっと気に食わないと思っている時ですね。で、隣に同僚がいて、同僚にちょっと愚痴を言う時とかに、使ったりすることもあるかもしれません。その場に上司がいないことが前提ですね。そういう時に、いや、ほんとあの人ありえないんだけど、老害じゃないとかって言ったりで使うことがありますね。私自身は今までの人生で老害って言葉を使ったことはないですね。口から出すっていうのもなんなら初めてなぐらいで、このポッドキャストが初めてなぐらいですね。それぐらい本当人によっては使うことがないようなスラングではあります。で、ここからが重要なんですが、この言葉はスラングなんですよね。で、使ってしまうと、相手の人生経験であったり、努力っていうのをすべて否定するぐらい、それぐらいの強い表現を持つものなんですね。なので、まずは、ビジネスやフォーマルな場っていうのでは、絶対に使ってはいけない言葉になってきますね。使った方の品性が疑われる、それぐらいのスラングだと私は思っています。で、もし皆さんが、なんか今、老害って聞こえてきた、なんかグループの人が老害って言葉を使ってなんか喋ってるって思った時、そんな時は皆さんも一緒になって使う必要はないですよ。そういう時は、なんか悪口言ってるなとか、なんかすごい怒ってるんだなとか、そういうふうに理解をするだけで十分ですね。理解するだけで十分です。皆さんが使う必要はないかなと思います。皆さんの国には年上の人が変化を嫌うときに、それを見た周りの人が使う言葉って何かありますか？もしあったらコメントで教えてください。まとめると、老害、この本で使われている老害っていう言葉は、時代とか価値観のズレから生まれた、若い人から年上の人、ご年配の人に向けた、怒りとか不満っていうのが強くこもった、そんな意味を持つ言葉、スラングですね。で、実はこの本で面白いのは、老害と呼ばれる人には老害になる理由があると言っているところなんですよ。明日はどうして日本では悪質な老害が生まれてしまうのか、なぜ普通の大人でも老害になってしまうのか、
この2つを実際に本の中身を紹介しながら話していこうと思っています。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。